こんにちは、ゆきです。前回はノイズテクスチャとか波テクスチャを使うことによってイチゴの模様だったり、スポンジとか生クリームのまだら感を出してあげました。今回はマテリアルのシリーズパート3ということで、よりリアルに向けてディスプレイスメントを使うことによって、この表面の質感を変えていきたいと思います。では早速作っていきましょう。とりあえずですね、ディスプレイスメントを使う前に今全部この粗さが 0.5 でのっぺりとした感じになっているので、そこを変えていきたいと思います。まず大まかにこのスポンジと生クリームはだいたい同じぐらいのこのツヤ感でいいかなと思うんですけど、いちごの方はかなりツヤツヤしていてみずみずしい感じにしていきたいので、そのように調整していきましょう。なのでこのイチゴの部分とケーキ本体の部分で範囲分けされているノードがあると嬉しいと思います。今回はこちらの RGB ミックスを使うことによってイチゴの部分と黒い部分の範囲分けをすることが可能なので、これがつながっているもう一つのこちらの RGB ミックスを Shift Ctrl D で複製してあげます。こちらにつながっているノードは必要ないので両方とも外してカラーと粗さをつないでおきます。では調整していきましょう。色1の方がこのスポンジとか生クリームの方の質感になると思うので、とりあえず H と S は0にしておいたらだいたい 0.5 ぐらいでこちらはいいかなと思います。続いて色2の方はこのイチゴの部分に当たるのでHS はとりあえず0にしたら V の値を 0.1 から 0.2 ぐらいの間ぐらいがいいかなと思います。そうするとこんな感じでイチゴの部分だけツヤツヤした感じに変わると思います。こんな感じでも良さそうなんですけど、この全体的に粗さが均一なのも結構変な感じだと思うので、そちらも調整していきましょう。そのためにはノイズテクスチャとカラーランプを使っていきたいと思います。両方がつながっているのがあるので、こちら選択したら Shift Ctrl プラス D で複製してあげます。カラーランプの色はとりあえず H と S を両方とも0にしていきましょう。そうしたらカラーと色1をつなげて、こちらのカラーランプを Shift Ctrl D で複製して、こちらもカラーと色2をつなげておきます。ちょっと分かりづらいので、まずは上のカラーランプに焦点を当てていきましょう。Shift Ctrl でクリックします。左右の色が多分同じぐらいだと思うので、分かりやすくずらしておきます。こちらはスポンジと生クリームのカラーになるので、だいたい 0.5 のプラスマイナス、そうですね、0.1 ぐらいの範囲で、あとは細かさはこんなにいらないので、だいたい5ぐらいまで下げておいて、スケールはもうちょっとだけ小さくしてノイズを大きくしていきましょう。こんな感じにできたら反射光を見ていきましょう。もうちょっとスケール大きい方がいいかもしれませんね。スケールを大きくしてノイズを細かくしていきます。ではイチゴの方もこちら見ながら調整していきましょう。とりあえず左右を近づけて、もうちょっとツヤツヤしていてほしいので、だいたい 0.1 から 0.3 ぐらいがいいかなと思います。イチゴの方はもうちょっとだけスケールが大きい方がいいかもしれませんね。ノイズテクスチャを Shift Ctrl D で複製して、係数と係数をつなぎ直してあげましょう。スケールを大きくしていきます。粗さが変わってきていいかなと思います。もうちょっと左右離しておきます。細かいんですけど、後ほどリアルにするためにこういう風にノードを組んでおくといいかなと思います。ではディスプレイスメントの方に移っていきましょう。マテリアルパート1の動画でも最初に設定したんですけど、このレンダープロパティの中のレンダーエンジンをサイクルスにして機能セットは実験的にしておいてください。マテリアルプロパティから下の方に移動して設定の中のバンプのみをディスプレイスメントとバンプに変更します。あとはモディファイアプロパティからこちらの適用サブディビジョンにチェックを入れておきます。
ではディスプレイスメントの設定をしていきましょう。まずは Shift プラス A からベクトルの中のディスプレイスメントを選択します。このマテリアル出力のディスプレイスメントとつないでおきましょう。こんな感じで膨らんできてしまうので、とりあえずスケールは 0.001 まで下げておきます。続いて今回はイチゴの部分と生クリームの部分、スポンジの部分をすべて範囲分けしてこの質感を変えていきたいので、範囲分けできるノードを持ってきましょう。まずはイチゴの部分を選択できるこちらのスクリーンにつながっている RGB ミックスを Shift Ctrl D で複製してあげます。色1と色2につながっているノードは必要ないので切っておきましょう。続いてスポンジと生クリームを分けているノードを持っていきましょう。こちらの定山のノードで分けているので、こちらがつながっている RGB ミックスを Shift Ctrl D で複製してあげます。色1と色2につながっているノードは必要ないので切っておきましょう。こうすることで、こちらの色1や色2につなぐことによって、それぞれの部分に関してだけこの質感を変えることができるようになります。あとはこちらの RGB ミックスのカラーは色1につなげておきましょう。こちらのイチゴの方の範囲分けをしている RGB ミックスのカラーはディスプレイスメントの高さにつないでおきます。そうするとこんな感じで、膨らんだりへこんだりしている部分があると思います。とりあえずこちらにカラーは必要ないので H と S はすべて0にしておきましょう。まずは一番簡単なこちらのイチゴからつけていきたいと思います。イチゴに関しては縦向きにラインを入れていきたいと思います。まずはノイズテクスチャとカラーランプがつながっているノードを適当に選択したら Shift Ctrl D で複製してあげます。カラーと色2をつなげてあげましょう。続いて Shift プラス A からベクトルの中のマッピングを選択してノイズテクスチャの前に入れてあげます。ではここから調整していきましょう。スケールはとりあえず5ぐらいまで下げておきます。カラーランプの色も変えておきましょう。黒と白に設定しておきます。まずは縦向きにノイズを伸ばしていきたいと思います。見やすくしたいので Shift Ctrl でカラーランプをクリックしましょう。スケールがちょっと小さすぎて見にくいのでちょっとだけ大きくしていきます。そうしたらマッピングのスケールの Z の値を小さくしていきましょう。そうするとこんな感じでノイズが伸びてくるかなと思います。ただまっすぐすぎるのでこの歪みの値を大きくしていきましょう。そうすると徐々にこの縦のラインが歪んでくるかなと思います。あとはこの状態だとちょっと分かりづらいのでまた元の表示に戻していきます。こんな感じで縦のラインが出てきたと思います。黒と白がちょっと近すぎるみたいなのでもう少し離してあげて、スケールはもうちょっとだけ小さくしてノイズを大きくしていきます。スケール小さくしたらちょっと縦のラインがまっすぐすぎるようになってしまったので Z の値をもうちょっとだけ大きくしていきましょう。歪みを調整しながらこんな感じで少しだけイチゴの繊維が見えるような感じにしてあげました。ちょっと今内側にへこみすぎていると思うんですけど、クリームとかスポンジを調整した時にまた変わってくると思うので後ほど調整したいと思います。続いて今度は生クリームのマテリアルを設定していきましょう。生クリームに関してもノイズテクスチャとカラーランプを使っていきたいと思います。こちらのノイズテクスチャとカラーランプを Shift Ctrl D で複製してあげます。ちょっとごちゃごちゃするので下の方に移動していきましょう。生クリームは色1の方だったと思うのでつなげてあげましょう。そうするとこんな感じで生クリームの方だけ質感が変わってくると思います。では調整していきましょう。とりあえずカラーランプは黒と白に変更しておきます。細かさを15まで上げてノイズを細かくしていきます。カラーランプのリニアを B スプラインに変更しましょう。そうすることで少しだけグラデーションが緩やかになると思います。
続いて全体的に少しだけ穴を作っていきたいので、このカラーランプのカラーストップの黒と白両方とも左側に寄せていきましょう。こうすることで全体的には滑らかな感じなんですけど、ところどころ穴があって、包丁で切った時に包丁についていってしまったような感じの生クリームの質感を表現することができます。あとは適当に穴の大きさとかを調整したい時はスケールを変えてあげたり、穴の数は左右のカラーランプの位置を調整することで変えることができます。こちらはお好みで変えてあげてください。続いて今この穴さすがにちょっと強調されすぎているような気もするので、この黒い色の方を明るくしていきます。そうするとあんまり目立たなく変わってくるかなと思います。値としてはだいたい 0.5 ぐらいがいいかなと思います。ちょっとイチゴの繊維も目立ちすぎてますね。こちらのカラーランプの黒の色を変えていきましょう。もうちょっとだけ明るくして、少しスケールを大きくして、リニアから B スプラインに変更しておきます。粗さももうちょっと上げて、細かさも上げてノイズ細かくしていきます。だいたいこんな感じだと主張しすぎないぐらいの質感かなと思います。ではラストですね。今度スポンジに穴を開けていきましょう。穴に関してはこんな感じで細かいのと大きいのがあるんですけど、まずは細かい穴から作っていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のボロノイテクスチャを選択します。続いてコンバーターの中のカラーランプ、オブジェクトとベクトルをつないで距離と係数をつなぎましょう。こちらのカラーから RGB ミックスの色2につないであげます。ではボロノイテクスチャを調整していきましょう。まずはとりあえずスケールを大きくしていきます。今回は500に設定して、今これだと穴って感じではないので、白のカラーストップをもう少し左に寄せていきましょう。黒は右に寄せていきます。続いて今穴の一つ一つが個々に分かれすぎているので、こちらの F1 というところから F1 カッコスムーズに変更します。そうするとところどころ穴がつながった感じに変わるかなと思います。あとはカラーストップをまた調整しつつ、だいたいこんな感じでいいかなと思います。続いてこの穴よりももう少し細かい穴も作っていきたいと思います。こちら2つ選択したらシフトコントロール D で複製してあげましょう。スケールは今度1000に変更していきます。この2つ混ぜていきたいので、こちらの RGB ミックスをシフトプラス D で複製してカラーランプと RGB ミックスの間に入れてあげます。カラーと色2をつないでいきましょう。このミックスでもいいんですけど、今回は黒いのと黒いのを合成したいので、ミックスじゃなくて定山に変更します。係数を1まで上げるとこんな感じで、それぞれを掛け合わせた感じに変わってきます。こんな感じで先ほどの穴単体よりも小さい穴が加わることによってより自然な感じに変わってくるかなと思います。では続いてこちらの小さい穴に加えて、このように大きい穴をところどころ加えていきたいと思います。同じようにボロノイテクスチャとカラーランプをシフトコントロール D で複製してあげましょう。こちらの定山をシフトプラス D で複製して、また定山の横に加えてあげます。カラーランプのカラーと色2をつなげてあげましょう。ではスケール小さくしていきましょう。とりあえず80ぐらいに設定しておきます。この状態だとちょっと輪郭が際立ちすぎているので、こちらのリニアを B スプラインに変更します。そうすると少しだけ馴染んでくるかなと思います。
あとはもう少しなじませていきたいので、ボロノイテクスチャのスムーズを小さくしていきましょう。ところどころ焼くときに大きい気泡が入ってしまったような感じに変わってくるかなと思います。だいたいできてきたんですけど、このボロノイテクスチャ丸がちょっと丸すぎるというか、歪みが全然ない丸なので、ちょっとだけノイズを加えていきたいと思います。まずはノイズテクスチャとカラーランプをどれか選択したらシフトコントロール D で複製してあげます。続いてシフトプラス A からコンバーターの中の数式とベクトルの中のマッピングを選択します。カラーランプのカラーと数式の上の値と位置をつなげてあげます。こちらのボロノイテクスチャのベクトルにつながっているものをこのマッピングのベクトルにつないであげましょう。そうしたらマッピングのベクトルからボロノイテクスチャのベクトルにつないであげます。こちらのスケールが線の方にもつないであげましょう。ここまでできたらまた調整していきたいと思います。見やすくしたいのでシフトとコントロールを押しながらこちらの乗算をクリックします。ちょっとノイズが細かくなりすぎてしまっていますね。まずはこちらの加算を乗算に切り替えて値は 0.005 に変更します。続いてカラーランプを両方とも真ん中ぐらいに持っていって、こちらのグレーの方は黒に変更しておきます。あとはこちらのノイズテクスチャの粗さを大きくしていきます。スケールももうちょっとだけ大きくしていきます。もうちょっと黒と白の左右近づけた方が良さそうですね。ちょっとノイズの影響強すぎたかもしれないので、乗算の値 0.001 まで下げておきましょう。スケールをもうちょっとだけ小さくして、だいたいこれくらいですね。穴の形は保ちつつも少しだけ輪郭がぼやぼやした感じに、ノイズが乗った感じに変わったかなと思います。では大きい方の穴も調整していきましょう。こちらのノイズテクスチャからマッピングまでをシフトコントロール D で複製してあげます。マッピングのベクトルとボロノイテクスチャのベクトルをつないであげましょう。こちらに関してはもう少しだけノイズの影響があってもいいので 0.003 ぐらいにしておきます。スケールはもうちょっとだけ大きくして、カラーストップも調整しつつ、まあだいたいこれくらいでいいかなと思います。元の表示に戻るとこんな感じですね。先ほどよりも全体的にノイズが乗ってきたかなと思います。こんな感じでそれぞれについてディスプレイスメントの設定ができてきました。あとはこのイチゴもうちょっとだけ内側に入れていきたいと思います。内側に入れるときはこのカラーランプの色を変えていくことでも変えることができるんですけど、この左右の色の割合を変えたくない場合もあると思うので、そういう場合はシフトプラス A からコンバータの中の数式を選択してカラーランプの横に入れてあげましょう。加算の状態だと値をプラス側に持っていくとこんな感じでイチゴの部分が出てきます。逆にマイナス側に持っていくとこんな感じで内側にへこむような感じにしてくれます。ちょっとだけへこんでるぐらいがいいのでこれくらいでいいかなと思います。あとはこの生クリームちょっとだけ出っ張ってるような気がするので、こちらはマイナス側に移動していきましょうか。こちらをシフトプラス D で複製して生クリームがつながっているカラーランプの横に入れてあげます。加算のままマイナス側に移動してもいいですし、加算を減算に変えてプラス側に移動しても同じことが起きます。クリームへこませたらイチゴが相対的に出てきてしまったので、もうちょっとだけこの値を減らしていきます。いちごに関してもこの全くクリームと同じ場所でもいいんですけど、少しだけずらしてあげることによって別オブジェクト感が出ていいかなと思います。ということで今回はこれくらいにしておきたいと思います。次回はケーキのマテリアル最終回ということで、こんな感じで
今回作ったものよりもふわふわな感じのスポンジの質感に変えていきたいと思います。あとはケーキの上に乗っているマテリアルも簡単に作っていきたいと思います。こちらそれぞれすごい少ない数の濃度で作られているので、このケーキが作れた方であればすぐにできるかなと思います。では今回のチュートリアルはこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。